木村絹江さん、当時13歳。爆心地から 1.7km の双葉の里で被爆しました。当時安尋常小学校の2年生だった木村さんは、学徒動員先の広場で戦功を浴びました。日頃の訓練のせいか、とっさに身を伏せたため、わずかな怪我で助かりました。木村さんは昭和63年まで語り部活動をしていましたが、ある時どうしても語ることができなくなりました。平成4年、被爆の悲惨さを伝えなければならないと、再び語り部活動を始めました。8月6日頃はその電信電務の勉強をするとともに、近くて、市内の方に建物疎開に行ったりというふうな労働作業の方が大半でした。でその日もまだどういうふうな作業をするのかは上官が来て指令があるまでの指図を待っていた時の8時15分のことでした。で外におりまして、ちょうどこういうお天気じゃなくて、もっと晴天の日本晴れのような真夏の本当に一番暑い8時15分で、こういう日の当たるところに立っていたものと、それから木陰というか屋根の下にいた日を避けていたものとのいろんなところ立っていた場所によって違うんですけれども、8時15分そうですね、この世の電気というあらゆる全ての電気が、空の上でショートしたんかと思われるくらいのものすごい光といいますか、それが私の目の中にまず瞬間的に飛び込んできまして、で何が起きたのか分かりませんので、電信電話ですから電気が相当引いてありましたので、それが建物に何かの間違いでショートしたと思います。瞬間的にそう思ったんですけれども、あと何秒か何分かは何が起きたか全く分からずに地面に伏さっていました。で今度気がつきました時は、もう自分の伏さっていて、自分が何があったか分からずに起きて座って自分の手をこうして見たんですけど、この目と手のこの感覚が見えなくてっていうのは目が潰れたんじゃなくて、夜の闇夜じゃない真っ暗な砂ぼこりと砂煙と太陽がそういうものに遮られて暗くなって、自分の目とこの手の間が全く見えない状態でした。それが少しずつ砂ぼこりがどういうんですか、明るくなりだして、やっと手がこう触って見えて、体を触って手もあった足もあった、自分の体はくっついてたいうんですが、それでも何があったか分からずに、それで何分ぐらい経ったか覚えてませんけど、そうしましたら突然ね、いやー痛いよ、いやーお母さん手が痛いとか足が痛いとか、いやーお母さんとかいう声がその頃から聞こえてきまして、で50人いた仲間が全然見えないんですね。でその時瞬間的に友達、誰でもいいんです、とにかく握った友達と一緒に日頃から広い場所があるというので、今の新幹線の玄関口の方にありました東練兵場の方へ我もと今カープの野球が終わったくらいの人出のぐらいのもっと何倍もの人がとにかくぞろぞろとひしめきように東練兵場の方にとにかく避難をしていきました時に人様を見て私が初めてがっくりしましたのは、もう髪は逆立ち、着とるものはもう全く形がないんですね。ボロボロです。でボロボロって言っても今の人たち子供さんとかにはわからないと思うんですけど、本当にボロボロが下がって着たものの状態がないという、そういうふうな人が何千何万という人が東練兵場へ逃げていきました。それでその東練兵場で初めて男の人がこれは新型爆弾であって今までにない爆弾だということをその時初めて聞きまして、本当に
恐怖というかそういう気持ちになって、これが戦争かって初めてその時に骨身に答えるほど知ったわけです。でこの人を見ると片一方の腕がここからもうもげてたり、頭の骨頭蓋骨の中に穴が開いてるんですね。でその頭蓋骨に穴が開いてるって言いますと、今の時代でしたら本当にもう失神して救急車ですけども、もう気丈というかそういう時代、そういう時でしたから、もう本当にシャンとして血を流しながらっていう。それから一番なんて言うんですか、もう私の心の中に焼き付きましたのは、女性でも下半身にその根っこを浴びた人は下半身の衣類がないんですね。それには私の方が申し訳ないような気がするほど、私はたまたまやけどもしませんでしたし、衣服も体についていましたし、でそこでうろうろする何十分かの間に、あっちからも火が出、こっちからも火が出、あこからも出て、ここからもっていうふうに、その7000度からあったというその熱に、建物に含んだ熱が突然はじけたようにポッ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 と火が出て、広島中が2日も3日もその建物の下にね生きながらえて焼かれていった、そういうのが2日も3日も続きました。そしてそういう人をね何人か見ながら助けてあげられなかったのは今もって私の胸に焼き付いています。であっちの道こっちの道をかろうじて友達と歩いて我が家の方に一生懸命向いて帰ったんですけれども、その間に見ましたものは、親と子が離れ離れになって小さい子供さんが「母さん水が欲しいよ」って泣きながら川に張っていく子があれば、親が下敷きになってて子供にね「僕だけ逃げなさい」と「お母さんは逃げられないけど僕だけは逃げてほしい」「お父さんが戦争から帰ったらお母さんはここでダメだったけど僕だけは生きて頑張ったよ」って「お父さんを迎えてあげるんだよ」っていうふうな親子の別れはもうそこら中です。それでその薬もありませんし、今のような消毒液も何にもありませんので、みんなその辺にあるきゅうりをすってつけたり、それから大根をすってつけたりとかいうふうな、そういう少し落ち着いてからですけども、そういうふうなことがありました。もう語りたくないんです。今平和公園を回って慰霊碑にお参りをして、川のそばに10分ぐらいしゃがんで考えてました。話せるかなというふうに考えてましたけど、話さなければならないんですね。あの日この平和公園そばのこの広島のいっぱいあるたくさんの川にどんな気持ちで人が流れていったか、大きな声で叫びたかったと思います。なんで僕たちはこういうふうになったのかと、誰がこういうふうにしたのかと、何にも悪いことしてないじゃないかって叫びたかったろうと思います。それが引き潮に乗って流れて、どんどんと流れて、幸いな人は船に拾われましたけれども、不幸な人は船にも拾われないでどっかに流れていって魚に食べられたり海の底に沈んでいったと思います。そのことを思うと被爆瓦原といってよく探されますけれども、被爆瓦原の数どころではない、本当にこの広島の川にある石、もうそれ以上の数の人がこの川に流されていった。それを心の中からまた目の前に絵を見るように、テレビを見るように浮かんできますと、もう喋りたくないんです。ですがあの日に亡くなった今の人たちのことを思えば、私は今60この年まで生きたんだから、喋るぐらいは喋っていかないと申し訳がないと思ってます。もうこれからは絶対作ってほしくない。それから今ある核兵器、そういうもの、建物だけ置いて後のものを殺すとか、そういうふうないろんな爆弾とかそういうものが何万とありますけれども、
名前を挙げたらきりがないですけれども、それをとにかく作らない。お互いにそれを作らないと自分の国の威力が見せられないって、なんと寂しいことじゃないかと思います。無駄なお金を使わないで、早くそういうものをなくしていって、作らないで今あるのを壊していって、それが本当の思いやりであるんじゃないでしょうか。木村絹江さんの証言でした。